ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、小じじゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。小じじゃと言うても、もらいに行かねば小じではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。流行り歌にも、松葉の模様が気に入った。枯れて落ちるも二人連れ。この打ち込みがあれば、信心も本当なものだが、またの文句に、もみじの模様が気に入らぬ。もみじ色づきゃ秋が来る。というが、これではならぬ。信心も少しはわかり、佳境に近づいてくる。何かがある。もう動揺する。信心の帯がしっかりできておらぬからである。信心は、神が見たもう聞いたもう世界に生き抜くことである。神様が私どもの考えること、心の内を見抜き見通しだということですね。その神様が私どもの心の内を見抜いておられて、師匠のもとで信心をさせていただいておりますと、よくお勇みというようなことがありますね。カチッと音がしたり、何か、そうですね、いろんな音がありますね。ビシッと音がしたり、いろいろなその神様がそうだよと相槌を打ってくださるような何かしらそういう働きがありますね。今朝も今日のお話はどういうお話をさせていただこうか。今日何か新中記念の時に教えていただいた、こういうことを教えていただいたように思うなと。このことをお話しさせていただこうかと思っておりましたら、時ならぬ今です。もうちょっと前ですから、5時過ぎです。電話のベルが鳴りました。こんなに朝早く電話が鳴ったということは、びっくりしますね。それこそ日本から誰か不法というか、良くないことの知らせであろうかとか、こんなに朝早く電話が鳴るということはありませんからね。留守番電話をしておりますから、そのあちらの方でもしもしとか何かハローとか言われたその声が聞こえてくるので、それで誰からかなと判断して電話を取るようにしています。そのいたずら電話のようなのが多いわけですね。広告の電話であったりとかですね。今朝はそのベルが鳴るだけで相手の方は何にもお話しされませんでした。それでこれはそれこそお勇みだったのかなと思わせていただきましたね。それでどういうことを考えていたかというと、やはり私ども師匠の弟子として師匠の見教え、師匠の信心を世の人に伝えたいと願います。さて、ではそれをどうやって伝えるのか、何を伝えるのかということになりますが、どうもただ口で伝えるとか文字だけで伝える、あるいは今私がさせていただいておるようなビデオで伝える、音で伝えるということもありましょうけれども、どうもそれではないようだと。神様が本当に私どもに願っておられるその伝えるということは、いわゆる知的な伝え方、頭脳的な伝え方というのでしょうか。口や手や足や
そのビデオや音や音声やそういうものを使って伝える。いわゆるそういう教えではないのだと。いや、もちろんそういうものもありましょうけれども、本当に伝えてほしいこと、それは心だと。そしてそれは心から心に伝わるものでなければならないのだと。不流文字というのがありますね。その文字では伝えられないものがやはりあるわけですね。コツ愛というのでしょうかね。何かしらそのコツというものは言葉では伝えられない。体で体得するといったようなものもありましょうけれども、信心の場合は心で体得する。心から心に伝わっていく。心で伝えるものでなければならないのだと。そしてさらに思わせていただきますことは、師匠が提唱された我が心学。この我が心学、これはまた別学問だと。どういう別学問かというと、いわゆる普通の学問というのは頭でする学問がほとんどですね。しかし我が心学、これは心でする学問だと。心の学問ということですね。ですから全く今までのいわゆる学問という学問ではないのですね。心でする学問なのです。頭でする学問ではありません。心でする学問なのですね。そして伝えるべきものは心を心から心に伝える。そういう伝えるでなければならない。というようなことを教えていただいたように思いますね。その愛楽理念、それはある意味単に助かりの一つの手立てに過ぎないといえばそうなのですね。伝えるべきことは愛楽理念ではなく、その人の助かりを伝えていかなければならない。伝えるべきはその単に教えではない。人の助かりを伝えていく。人の助かりのその心を、いわば助かった心を伝えていく。それが心から心に伝わっていく。そういう伝え方でなければならない。ということなのですね。どうでもその自らの心の助かりがさらに人々の心に心から心に伝わっていくような、そこに焦点を置いての精進努力信心の稽古をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。